まあここは日本人の人が多いからあれでしょうけど、注目されてたんですよ、ラーメン、日本の食べ物。まだまだじゃないですか。ああ、焼き鳥も売れるんですか。焼き鳥好きですよ。あ照り焼きソースが好きみたいですね。あタレとか焼き鳥のタレとかうなぎのタレとあ、か。なるほど、甘く辛い。そうですね。あここはね、本当に創立100周年ぐらいの老舗で、なんていうの、いい店。豚骨なんてわからないですから、うちなんかは切ってくれとか、薄切りのバラにしてくれとか、うちだけのオーナー。あ、方とかも美味しそうですね。ソーセージとかいわゆる熱が入って、いわゆるお肉や典型的なお肉。最高ですね、館長。豚のひき肉のミンチをパンに乗っけて食べたり、塩コショウを食べてます。ビアホールなんかのおつまみなんで朝ごはんも食べるんですけど、新鮮な豚のひき肉をそのまま塩コショウで一度召し上がったらいいですね。Halt sehr viel arbeitsaufwendiger, das muss dann alles geräuchert werden, diese Naturdärme, das ist halt eben vom Geschmack her besser, aber es ist halt eben auch mehr Arbeit, aber bei uns halt eben die Qualität im Vordergrund. こっちは健康って概念はあるんですか？ないでしょ。あんまり聞かないですね。豚の骨のスープって聞かないですね。鶏は多いですけど。最初嫌な顔されませんでした？ああ、なんでみたいな感じで。3つに切ってくれって言ったらそれは面倒くさいって言われて2つで。ベジタリアン用のお湯ですね。ベタ用味噌用の。そうです。特上味噌ってやつなんですよね。Also ich komme aus Frankfurt, da gibt es auch viele japanische Restaurants und also da haben wir natürlich auch schon oft jetzt Ramen oder auch Udon gegessen. Aber schon in Japan? ja, und in Japan, also mich hat da der Laden immer sehr an so Läden erinnert, die es ja auch in Tokio gibt. Also Suppe und Nudeln, was gibt es da lieber? Suppe oder Nudeln? Die Suppe. Deswegen kann man sich auch hier so mehr Nudeln noch bestellen. Ich wundere mich immer, wie man dann noch mal quasi extra Nudeln dazu. 私は職場が近いんで、たまに月に1回ぐらいは行きますけど、海外でね、日本と一緒のラーメンが食べれるんで、すごい重宝してます。ドイツ料理ってなんかあんまりだから、やっぱり日本食はね、旨味があるし、この辺だとモモとかいろいろやっぱちゃんとした日本食が食べれるんで、これは冷ましてる状態ですか？すぐ食べないのはなぜなんですか？日本人として疑問なんです。日本だったら早く食べるのが普通ですけど、友達とかみんなゆっくり食べるんで、私もペース合わせてるんですけどでもやっぱり私はプラスするけど、外国にいるとちょっとやめた方がいいかなって。シルク・ド・ソレイユで働いてます。コルテオっていうショーに出てます。コルテオ。ありがとうございます。素晴らしいですね。皆さんそうなんですか？はい。
のベースは焼き鳥の居酒屋がベースで17年目なんですけれども、まあ、そこでラーメンをもちろん出していたのがあるんですけれども、カフェを始めた時に夜まで美味しいラーメンが食べれるカフェをということで、まあ、日本で美味しい麺を探してた時に、札幌の西山製麺さんと知り合いまして、ラーメンが面白くなってきて、専門店をやりたいという、まあ、夢みたいなのがあって、ちょうどいい物件も出まして、そこで初めて本格的な専門店、札幌ラーメンの店を始めることになりました。もう作ったそばからもう一旦その場でもう冷凍してもらって、そのままこっちでコンテナに持ってきて、使う時にそれぞれ各店舗で熟成をさせないと美味しくできないんで、そこの管理だけうちできっちりやって、一番いい状態を見計らってお客さんに出すっていうのがやっぱり美味しく提供したいなっていう僕が来たのはやっぱり17年前って思えば、それほどラーメンに対してコシがどうだ、具材の出汁が節がとかっていう時代じゃなかった、今やっぱりラーメンってどんどん進化している食べ物ですので、やっぱり勉強して、手かければかけた分必ず美味しくなるので、それは一生懸命、現地の方が麺について語り合ってるようになると、もう日本のラーメン文化がもう浸透してきた。そうですね、そうなってくれると、うちのこだわりってやっぱり今麺なんで、次の豚骨に関しては必ず麺の硬さを聞こうと、日本ではよくあるね、硬い普通柔らかいっていう、ドイツに最初ギョッとすると思うんですよ、アルデンテ、ドイツってアルデンテもないんですけど、それでちょっとずつ麺の硬さとかコシとか風味とかに興味がいってくれたらなっていう、もちろん匠ブランドはもちろん、札幌ラーメンということで、麺ももちろんいわゆる黄色くてコシがあって縮れてっていう、その結構味のあるコシ足のしっかりした麺で、それに負けないスープっていうことで、もちろん濃厚さだったり塩気だったり、麺ありきなんですけど、それに合わせたもちろんスープっていうのがベーシックな匠の味で、ここのうまいもんは逆にすごくスープがまずありきだったんです美味しいスープができましたっていうのがコンセプトだったんで、その風味とかを壊さない麺を逆にその札幌の製麺会社に対して申し訳なかったんですけども、このスープに合うその突出した風味とか何かを限りなくなくして、ピュアな素材のストレート中華麺、関数もできるだけ減らして優しい感じのスープに合う優しい麺を使って飽きないタイプの麺、ラーメンがうまいもの、メインの豚に関してはドイツは素晴らしくクオリティがよく、ましてうちのすぐそばにものすごくいいお肉屋さんと知り合うことができまして、本当に新鮮なげんこつ、背脂、頭っていう材料を毎日も鮮度がいい状態で持ってこれるので、そこは恵まれていると思います。餃子とラーメンがあって、日本人はまず麺からいきますけど、どうしてもなんか前菜の食べ終わってさあラーメンみたいなのやりたいなみたいなのは見ててありますけれども、でももう本当みんな上手にお箸も使いますし、どんどん日本食っていうのはヨーロッパでも伸びているのは実感しています。今はどちらかというとその日本のラーメンのスタイルと、こちらの食材でラーメンを提供していると思うんですけど、今後その匠さんに限らずですね、10年後20年後っていうのはその地域らしいというかご当地ラーメンらしいラーメンが誕生する可能性って、ヨーロッパに限らずあると思うんですね。そういう視点で考えた時にこのドイツではどういうものが誕生してきそうな予感がありますかね。やっぱり豚肉が美味しいし、豚肉の食文化の国ですので、例えば典型的なドイツ料理でアイスバイン、前足の部分を塩漬けにしてから入れて、うまみがギュッて、名物というか伝統的な
ドイツ料理を、はいまあ、だしに使ったり、具材として使ったりして、はいそれを例えばじゃあ日本の魚介と合わせるとか、まあ豚骨と合わせるとかなんていうのは面白いかななんて思います、僕もそうですね、その辺勉強していってうまく日本のラーメンをいいアイディアだと思いますそういうのをやっていけたら面白いな終わりがない、けどでも仕事って面白い方が面白いんで、そういう意味ではラッキーかもしれないですし、まずいもんかもしれないですけどラッキーかもしれない皆さんそうなんじゃないかな、ラーメンやってる方って。ドイツ人の人が何をその主流で私もしません。